皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアが今非常に苦しい立場にあります。それはプーチン大統領が部分的な動員令をかけたことにより、ロシア軍の内情がかなり厳しい状態にあることを自ら必要なことをしたからです。今回の動画では、一般的なニュースでも取り扱われているので、少し勘違いしやすい部分について解説を最初に行っておこうと思います。まず第一に、プーチン大統領が部分動員令をかけたことによって、ロシア国内においてもデモが発生しました。このデモによって、プーチン大統領に対する反感が国民の間でも広がっていることは、視覚的にも私たちの目に入ることとなりました。しかし、ここで報じられている内容として、少し間違いやすいポイントというものがあります。それは、ロシア国内において、反戦デモが広がっているというふうに伝えるニュースが少し多いように私には思います。しかし、ロシアで行われているデモというのは反戦デモというよりは反動員デモといった方がより正確でしょう。なぜならば、ロシア国内において反戦運動をするそうした動きというのは以前から存在しました。しかし、多くの国民にとっては、プーチン大統領の嘘をとりあえず認めようという動きがありました。プーチン大統領の言っていた嘘というのは、ロシア軍がウクライナを侵略しているように西側諸国は報じているが、これは間違っている。ロシアはあくまでもウクライナのネオナチ政権から弾圧されているロシア系の人々を保護するために特別軍事作戦として軍をウクライナに派遣しているだけである。だからこれは戦争ではないし戦争と呼んではいけないという話をしていたわけです。そしてこの特別軍事作戦に従事している兵士たちというのはあくまでも志願に基づく契約兵だけがウクライナに行くのであり、国民の多くの人たちにとっては全く関係ありませんよということを言っていたわけです。これを受けて多くの国民は契約軍人だけが戦うんであれば多くの国民にとっては無関係だなという薄々嘘と分かりつつも、ロシアがロシア国外で強いロシア軍を見せてくれるんだったらそれでもいいかなというふうに思っていたわけです。実際この傾向というのはロシアの年齢層によって反応が異なります。まず第一に高齢者層の人たちはそうした強いロシア像を見せてくれた方がプーチン大統領への支持が高まります。一方で若い人たちにしてみると、実際に戦場に行くのは私たちもしくは私たちの友達、知り合いといった具合にしてまさに当事者なわけです。ですからプーチン大統領がどのように言葉を言い繕ったとしても自分たちが関係することからなんとかこれに反対しようとするわけです。そのためロシア国内で広がった反動員デモにおいては若者たちの姿が非常に多くありました。しかし警察当局はこれらの人たちを捕まえてあることを実施しました。それは反動員デモに参加した若者たちに対してその場で動員の召喚状を叩きつけたのです。この動員に対する召喚状を拒否することは法律によって禁じられています。最長で禁錮10年刑務所に入るとなればかなり厳しい処置です。この話を聞いて皆さんの中には、じゃあ召喚状を受け入れて動員された上で、ウクライナの戦場にいてウクライナに素早く降伏すれば、戦闘に加わることもなく逃げ切ることができるではないか。そのように考える方もおられるでしょう。しかし現実問題としてそのような具合にして、うまい具合にウクライナ軍に投降できるような場所に配置される可能性はほとんどはありません。反動員デモに参加した男性に召喚状を叩きつけて軍へと引っ張っていく。そのようなことを行うことによって反動員デモに加わることがあなたにとって不利になりますよというのを広く知らせることがまず第一の目的であって、実際に戦場に起こることが目的ではありません。ですから軍に連れて行ったその男性というのが例えば訓練そっちのけでいつまでも雑用にこき使われるだけの人生を送る羽目になるかもしれません。反体制派だなと思われた人物はそのような冷や飯を食うことは十分考えられるわけです。一方で動員令がかかって召喚状が届く前の段階においてはまだ自分は指名されていないんだからと逃げるチャンスがあります。召喚状を拒否すれば問題になるわけですが、召喚状が届く前であればまだ国外脱出するチャンスがあるというわけです。そのためロシア国外へと脱出するためのまず最短の手段として航空機便の予約があっという間に生まれました。ただし需要がものすごく高いのでチケット代もものすごく
高騰しました。普段は10万円かからない程度のチケット代が80万円、90万円、100万円出してももう誰もチケットを譲ってくれないなんていうことにもなっているそうです。一方で国境に近い人たちであれば車で国外へと脱出するという手もあります。バルト三国のようなヨーロッパ圏の国の人たちはロシアからの国外脱出というのにかなり警戒感を強めていますが、旧ソ連構成国やモンゴルのような国境を接している地域が広い、それでいて一応交流が可能な場所においては多くの人たちが国外脱出を図っています。ここもまた一つ問題があって、国外脱出すると言っても生活の基盤はそこには存在しません。ある程度の蓄えがなければそのような脱出行というのも現実的には難しいものです。そのため動員令をかけるぞ30万人にという話は、これを逃れたいと思って役人に賄賂を渡したり、もしくは家族に政権側の人間がいて免除されるといったようなある意味特別な手がない人たち、逃げる手段もなければ逃げるための生活の余裕もないような人たちばかりが動員で引っ張られるという現実に突き当たることとなります。苦しい目に遭うのは常に弱者というわけです。そして逃げることができる手段やもしくは経済的な余裕がある人たちは国外脱出するときにおいては動員の対象である男性は何も自分一人だけではなく家族も一緒に逃げ出す可能性が非常に高いです。そのような余裕のある人たちは少なくともサラリーマンや会社経営者などとして少なくともある程度の安定を手に入れた人たちでしょうから、これらの人たちが国外脱出するというのは長期的に見ても短期的に見てもロシア経済にとっては大きな打撃となるでしょう。動員の対象はあくまでも今回30万人とされているわけですが、自分が指名される危険性があると考えて脱出する人、それに伴って一緒になって逃げ出す家族の数といったものを考えると、国家経済にとっても無視できない規模になるでしょう。なお、こうした国外脱出がこのまま続くことを危険視しているロシア政府は、動員の対象年齢の男性たちに対して出国禁止命令というものを出し始めています。こうした動員令やもしくは国外脱出を禁止する政府のやり方に関しては、かつてウクライナも同じようにして戦う男性たちに対しては国内に留まるように国外脱出の禁止を政策として実施しました。この時日本国内においてはゼレンスキー政権のやっていることは人権無視の非常に問題ある行為だというような批判などを積極的に行っている橋本弁護士のような存在もありましたし、同じような論調でゼレンスキー政権を批判する人たち、学者やフリージャーナリストの人たちなどもいました。ところが今回、ロシアが行おうとしているのは強制動員とはっきり言えるようなものであり、しかも関係ない人たちも国外脱出することを禁止しているわけですから、人権軽視甚だしいものです。さらに、これらの人たちがほとんどまともな訓練も受けない、そして十分な兵器も持たされないままで戦場に駆り出されるというのは人命軽視という意味においてもこちらもまたやはり問題は大きいでしょう。ところが日本国内でゼレンスキー政権を批判していた人たちはプーチン大統領の今回の政策についてはほとんど気にしている様子がありません。それらの人たちは今何に関心があるかというと、日本で行われる国葬について自民党政権を批判することに一生懸命なように私には見えます。ウクライナに対しては戦争が長引けば多くの国民が亡くなるんだからさっさと無条件降伏しろと散々言っていたような人たちですから、むしろ今回のプーチン大統領の人命軽視、人権無視のこうした政策というものを批判し、プーチン大統領こそ全面撤退した上で、ウクライナに対する多額の賠償金を支払うべきだと本来は迫るべきではないでしょうか。まあそのようなことを言わない人たちだとは私も一応は分かってはいるのですが、まあそう言いたくなる気持ちというのをぜひとも汲み取ってください。最後に少し話題を切り替えましょう。現在ロシア軍が非常に苦しんでいるその原因というのはウクライナ軍の反撃にあります。ウクライナ東部戦線において電撃戦が成功し、ハルキウ州においてはその領土の奪還は非常にうまくいったと言えます。その時において様々な兵器や武器弾薬を獲得したわけですが、その時にはロシア軍の降伏した兵士、捕虜も大量に発生しています。そのようなこともあって、ロシアとウクライナとの間における捕虜の交換というものが実施されました。ここでのポイントは捕虜交換で帰ってきた人たちの中にマリウポリで籠城戦を戦い抜いた
アゾフ連隊の司令官、副司令官なども入っていたのです。プーチン大統領は本格的な侵攻をする時の口実として様々なものを挙げていました。その中においてもアゾフ連隊がネオナチの残虐非道極まる集団であるというのも一つ理由として挙げていました。ですからアゾフ連隊の司令官や副司令官が帰ってくるというのは、そうした侵攻をする理由から考えると全くありえないことなのです。しかし逆に言えば、プーチン大統領の言っていたことがそもそも全くの嘘でたらめであるということを今回証明したとも言えます。自分たちが侵攻した時の理由だったことすら忘れて、普通の兵士に過ぎないアゾフ連隊の司令官を捕虜交換でウクライナへと返還したというわけです。ちなみに、じゃあ今プーチン大統領が何を言っているかといえば、ウクライナ軍はネオナチ政権というのは引き続き言っているわけですが、現在のウクライナ軍はほぼ NATO 軍であるということを言い始めています。プーチン大統領にしてみれば、ウクライナ軍の兵士たちが非常に士気が高く、NATO 各国から軍事支援を受けている、そのような現実を見るのではなく、もはやウクライナ軍ではなく、ウクライナ軍を装った NATO 軍がロシア軍を任しているんだという、もはやファンタジーの世界へと逃避しているように私には見えます。しかし、そんな現実逃避している人物だからこそ核兵器を使うかもしれないという興味もまた高まっていると言えます。ただ日本においてまた誤解されているなと思うことの一つが、核兵器を使ったら即それで戦争が終わるという考えもまた間違っています。例えば低出力の小型核をウクライナの戦場でロシア軍が使ったとしましょう。しかしそれによって戦争が終わるわけではありません。大きな打撃を与えるような殺傷兵器であることは間違いありませんが、それによって国家そのものが一挙に滅びるというようなものでもないからです。そしてもしそのようないわゆるエスカレートがどんどん進んでいくなという段階においては、結局のところ NATO 側の方が支援する質や量といったものをどんどんと拡大する余裕があることを考えれば、どうやって考えたとしてもロシア側の方が不利だと言えます。例えばここ最近においてはエリザベス女王の国葬がありました。これに伴って世界各国の要人がイギリスに集まり、その後国連総会において演説を行うためにこれら要人がイギリスからアメリカへと移っていきました。それらの人たちの移動やそれらの人たちがすぐ近くにいる状態で様々な話し合いができる時にプーチン大統領は部分動員令というものを発表しました。これなどはロシア側が自らエスカレートするぞと宣言したわけですから、世界各国の要人が集まっている場に投げかける話題としてはタイミングは最悪だったと言えるでしょう。そのため NATO 各国、そして日本も加えたいわゆる先進各国はロシアがそのようにして自ら事態を悪化させようとするのであれば、我々もウクライナに対する軍事支援のレベルを上げなければならないと、いわゆるロシアの方に迫られたからやるんですよという口実をロシア側は与えているわけです。そしてウクライナに支援する内容として、例えばこれまでは供与されてこなかったアメリカやドイツの主力戦車を渡すという話がもしも現実になれば、ロシア側の方は旧式戦車やろくに訓練もされていない動員兵といったものがいる戦場にアメリカやドイツで訓練を受けたエイブラムス戦車やレオパルド2戦車が現れて、これらを一掃するという未来も十分あり得るわけです。プーチン大統領にとっての悪夢のような日々というのはまだまだこれからも続きそうです。というわけで今回の動画はここまでといたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。